こんにちは、スタジオヘデブリューのふわわです。今回は森の中の隠れ家カフェを作っていきます。椅子、机を設置せず、草木の上でゆっくりとした時間を過ごせます。動画はアパルトメント、個室で作っていますが、S サイズの地下やどんなサイズでもアレンジ可能です。今回は細かい調整は必要ですが、倉庫出しのみになります。浮かせについて簡単に知りたいという方は、概要欄の浮かせ入門編動画をチェックしてみてください。使用家具は概要欄に載せておきますのでご確認くださいませ。事前に内装を変更しておきます。床はホワイトマーブルフローリングに、天井照明はフラットシーリングランプに変更します。照度はお好みで調節してください。それでは作っていきましょう。まず部屋の奥側を向き、白金ダンスを取り出します。タンスを縦に回転させ、奥から3本目の線と中心線の交わる角に一度合わせます。そこから1グリッド左に移動します。タンスを部屋の奥側に縦に並べます。タンスを裏側に回転させ、グリッド機能をオフにします。タンスの上部が先ほど設置したタンスに触れ合う位置で設置します。タンスを今度は正面向きのまま横のタンスと上部が触れ合う位置に並べます。ショーケースを取り出し、右が背面になるように回転させます。グリッド、台座に乗せる機能をオフにして、背面がタンスの上部と触れ合う位置に設置します。一度最初に設置したタンスを撤去します。倉庫出しで家具を設置していきます。スクールチョークボードを倉庫に入れます。倉庫からボードを取り出し、ショーケースの背面に押し当てます。台座に乗せる機能をオンにして、ボードの端が横向きのタンスと直角になる位置。また高さはタンスの天板の下に合わせ、倉庫出しで設置します。コントローラーの方は四角ボタンから丸ボタン、キーマーの方はアスタリスクキーを2回押してください。ショーケースを撤去します。このような形になっていたら成功です。今度は反対側に設置していきます。台座に乗せる機能をオフにしてショーケースを回転させます。背面を今度はタンスの天板よりも少しだけ離して設置します。台座に乗せる機能をオンにして倉庫からボードを取り出します。今度は端が右のタンスに触れる位置で、高さはタンスの天板と同じ高さに設置します。このような形になっていたら成功です。ショーケースを撤去します。グリッド機能をオンにして撤去したタンスを取り出し元に戻します。ショーケースを取り出し入り口側に背面が向くように回転させます。台座に乗せるグリッド機能をオフにしてタンスの天板よりも少し離して設置します。一度タンスを撤去します。台座に乗せる機能をオンにしてボードを取り出します。左端を設置したボードと触れ合う位置で、先ほどのボードと同じ高さで倉庫出しをします。ショーケースを撤去します。撤去したタンスを元に戻します。カフェのカウンターが完成しました。次に入り口部分を作っていきます。ステージパネルを取り出し、グリッド機能をオフにして扉の前に設置します。ギリギリ置ける位置に設置し、部屋から出るが選択できるか確認してください。選択できない場合、倉庫出しでもっと奥に設置してみてください。ポータルとパーティションをステパネの前でギリギリ置ける場所に設置します。
スワッグバランスカーテンを3つ円を埋めるように設置します。イルミナティウォールクロノメーターを円の左側中央に設置します。クロノメーターは右半分だけを出すようにカーテンの上に設置します。クロノメーターが見えやすいようにカーテンの位置を微調整します。クロノメーターをドアノブにした丸い扉が完成しました。ホワイトパーティションを縦に回転させ地面の線に合わせます。線から中心側に3グリッド動かして設置します。右側はポータルドパーティションに触れる位置に設置します。反対側も同じように線から中心側に3グリッド動かして設置します。キッチンキャビネットを裏側にして一度タイルの線に合わせてこの位置に仮設置します。上に2グリッド、左に1グリッド動かします。もう一つキャビネットを取り出し縦に回転させます。タイルの線に合わせてキャビネットが少しだけタンスに入る場所に設置します。玄関の天井を作っていきます。ショーケースを2つ取り出し縦に重ねます。入り口側に背面が来るように回転させます。タイルの線を踏む前の位置を0として2グリッド入り口側に動かします。倉庫からイミテーションウッドルーフウィンドウを取り出しショーケースに押し当てます。ウッドルーフの壁がちょうどショーケース同士の境目に合う位置で倉庫出しをします。ウッドルーフの端の線が見えないように設置します。ショーケースを撤去します。ウッドルーフがキャビネットより少しだけ入り口側に位置していれば成功です。マジックスカイスケープサンセットスカイを取り出しポータルドパーティションに向けて設置します。ちょうどパーティションの線の上あたりに合わせます。グリッド機能をオフにしてストーンロフトを天窓のギリギリ下に設置します。キャビネットを取り出しタイルの線より1グリッド奥に設置します。またキャビネットが触れる位置から左に1グリッド中に入れて設置します。キャビネットを隣に設置します。キャビネットを今度は直角になるように設置します。今回は右側に1グリッド分隙間を空けています。オープンパーティションを取り出し縦になるように回転します。カウンターの中でタイルの線に合わせてから1グリッド手前に設置します。オープンパテを取り出し直角になるようにタイルの線に合わせます。今度は手前に2グリッド動かし設置します。天井を作っていきます。天窓を取り出しキャビネットに向けて設置します。目安はキャビネットの上部のラインから2グリッド上の位置です。これより上に上げると内装が見えてしまいます。隣にも天窓を設置します。反対側のキャビネットにも設置します。高さが合っていれば重なっても大丈夫です。グリッド機能をオフにして天窓をオープンパテに向けて高さが合うように設置します。グリッド機能をオンにしてボタニカルロフトを天窓の下に設置していきます。オープンパテに設置するときはグリッド機能をオフにして揃うように微調整します。天井が完成しました。ポータルとパーティションを取り出し横向きにします。タンスの天板よりも1グリッド右に、またキャビネットにギリギリ隠れる位置に設置します。ポータルとパテを取り出しカウンターの中に設置します。オープンパテよりも1グリッド前に、
また横は紫色にならない壁寄りの位置で設置します。このように窓が左右等間隔になっていれば成功です。白金ダンスを取り出し裏向きにします。グリッド機能をオフにしてポータルとポテからタンスが出ない位置に合わせて設置します。隣にもう一つタンスを並べます。グリーンパーティションを横にして時計回りに1グリッド回転させます。グリッド機能をオフにしてオープンパテの後ろに設置します。ワンダントピラーをオープンパテの後ろに設置します。グリパテを横にしてから時計回りに2グリッド回転させます。グリッド機能をオフにしてオープンパテの後ろに設置します。ウォーターパーティションを横にしてオープンパテの後ろに設置します。ピラーを内装が見えないようにグリパテとポータルとパテの間に設置します。グリッド機能をオンにしてピラーをキャビネットとタンスの角に設置します。アロカシアの鉢植えをオープンパテの後ろに設置します。倉庫出しをしていきます。倉庫に入れたボタニカルロフトをオープンパテの上部の横線に合わせます。だいたい下のカウンターの外側と同じ位置になるように設置します。ショーケースを縦に2つ並べます。台座に乗せるグリッド機能をオフにしてショーケースをオープンパテが少しだけ見える位置に設置します。台座に乗せる機能をオンにしてスクールチョークボードを倉庫から取り出します。ショーケースに向けて上部がロフトに当たる位置に倉庫出しで設置します。ショーケースを撤去します。倉庫からツリートランクロフトを取り出します。タンスの背面に向けて倉庫出しをします。高さはタンスの下が見えない位置で窓側に隙間がないように設置します。もう一つはグリッド機能をオフにして設置したロフトよりもわずかに下に設置します。タンスからはみ出ていますが後ほど隠れるので大丈夫です。デラックスステージをキャビネットの幅を目安に設置します。グリッド機能をオフにしてボタニカルロフトのツタだけが出る高さで設置します。デラックスステージを縦にして間を埋めるように設置します。ウッドステップをホワイトパテに設置します。ステージと同じ高さになるように微調整します。ショーケースを縦に設置します。倉庫からウッドステップを取り出し、隣のステップと同じ高さで設置します。ショーケースを撤去します。少しずれている場合は右のステップを微調整します。バーダントピラーを取り出し、隙間を埋めるように設置します。ステップの上から2段目あたりを目安に両側に設置します。グラスランドラグを取り出し、入り口部分に設置します。ポータルとパテの前に左右に2つラグを分けると扉に被ることなく設置できます。ウッドフレームパーティションをホワイトパテの前に設置します。反対側にも設置します。ベルボレアベンチを4つ設置します。
グリーンパーティションを奥のキャビネットに重なるように設置します。ここで照度を3に変更します。グブラフラーランプを地面に設置してハンジングメニューを閉じ点灯させます。ランプを扉の片側がきれいに照らされる位置に設置します。ブリケットをウッドフレームパテの中央にろうそくが1つ出る位置で設置します。明かりを近づけるとホワイトパテの質感が強調されて綺麗です。反対側も同様に設置します。キャンドルセットを設置していきます。カウンターが照らされるように手前に置きます。ライティングはお好みですが、ある程度明かりを仕込むと素敵な雰囲気になるのでおすすめです。かわいいコーヒーサイフォンを作っていきます。コーヒーサイフォンをタンスの上に2つ設置します。既存のサイフォンも素敵ですが、青色が部屋に馴染まない場合があります。ショーケースを裏側にして台座に乗せるグリッド機能をオフにします。ショーケースをサイフォンのちょうど中央に背面が当たる位置で設置します。倉庫からもぐもぐアイスフロートを取り出し、台座に乗せる機能をオンにします。ショーケースに押し当てるようにして上部の青色が隠れる位置で倉庫出しをします。もう一つも同じように倉庫出しをします。ショーケースを撤去します。アイスフロートを正面向きに回転させます。調整したいときはコーヒーサイフォンの方を動かすと簡単です。気をもう一つ増やし調整します。ここから小物を設置していきます。右上の家具名を参考になさってください。こちらで完成です。長時間のハウジングお疲れ様でした。今後もハウジング制作動画を作っていく予定ですので、よろしければチャンネル登録、高評価、X のフォローよろしくお願いいたします。作っていただいたお部屋は X にて、スタジオ FW タグをつけて投稿してくださると嬉しいです。コメントでもお気軽に作ったよなどの報告やご感想をお待ちしています。このお部屋のスタジオとしての公開はお控えくださいますようよろしくお願いいたします。
最後までご視聴いただきありがとうございました。